小学生でできない技なかったんじゃないかな。本当にうまかった。回しの天才だった。本当に人にないものを持ってたんだと思いますよ。その時はとりあえずやめたかった。普通の友達と遊びたいみたいな。大会とかももう出たくないみたいな。小6の最後だ。海君やっぱスケボーやめたいみたいな。パッてもう連絡来て、海がまたスケボー乗り始めてんだけどみたいな。あの天才帰ってくんのかみたいな。2年やってなくてこれみたいな。スケボーこのうまさ。そっから快進撃だよね。もう手がつけらんなくなってきましたよね。なんなら大会なしでストリートだけでのし上がれる日本人なんてこの先も彼以外できねえんじゃねえかなと思う。will be your total now. There you go.岸海です。23歳。出身地は神奈川県の相模原市。そう、拠点は LA。今ちょうど2年経たないぐらいだけど、やっとちょうど慣れてきて、スケボーをするにはもうやっぱアメリカが一番いいかなっていうのはある。スケボーを始めた年齢はちょうど6歳の終わりぐらいかな。その小山スケートパークっていうのができて、オープニングのデモンストレーションに行ってスケボーを買ってもらって始めた。いや多分それは小1にまだなってないぐらい、幼稚園の終わりぐらいかな。そう、住んでるとこからもうすごい近かったから、だから学校行って帰ってパーク行くっていうのがルーティン。ほぼ毎日滑ってた。筋肉痛とかなったことなかったんで小山公園のオープニングイベントに岸海来たのが多分出会いですかね。オープニングイベントデモの後に海君と海パパが多分その紫の八王子にそうスケボーをコンプリートを買いに来てくれた。小学校1年手前とかだったような気がする。でスクールに通い始めてくれてて親しくなってって、それでなんかもうほぼ毎日小山公園で会い始めるみたいな。ひたすら集中力がやっぱ人一倍海君がやっぱあって、やっぱその当時ナナかソラあと大輝って一人いて、その4人の中でやっぱなんか海君が一番集中力がガーみたいな感じがやっぱ強かったかな。これ大会出るようになったのは何歳だっけな。一番最初に出たのは確か始めて2年後ぐらいだった気がする。確か AJSA っていう大会あって、それが初めての大会だった。ビリから4番目ぐらいだった。それだけは覚えてる。アクト SB ストアっていうスケートボードショップを経営している寺井裕次郎と言います。スクール講師、たまに MC と、そんな感じでスケート界でいさせてもらっております。海君が本当に始めた時は知らなくて、カナダにワーホリで行ってて、その行ってる間に小山のパークができたんよ。帰ったらそこにいたのがスーパーキッズで岸海がいて、
毎日の練習してて、それがもう本当初めてだから、本当多分スケボー始めて1年経ってるか経ってないかぐらいじゃないかな。だからもう何のきっかけで仲良くなったか分かんないけど、気づいたら仲良くなってて、なんだあの子供はみたいな、むちゃくちゃうめえぞと。もうビビっちゃってテールドだけでないからまあセンスはもちろんあったけど、なんかずば抜けてなんかっていうよりかやっぱひたすらこうできる姿勢が人一倍強いから、それがやっぱり彼の凄さなのかな。集中力、人にないものを持ってたんだと思いますよ。本当にうまかった。小学生で多分ピラミッド使ったらできないことなかったんじゃないかな。回しの天才だったら本当に。やっぱこのやるって決めた時の彼の集中力の高さはもう全然尋常じゃない。なんだこの子みたいな。もう大会はすごかった。大体上位にいた気がする。やっぱ考える力がすげえ強いっていうか、頭で考えたことを足にこの伝達するのがうまい。仕組みを理解してる気がする。がむしゃらにやるタイプじゃない。だから怖いことはやんないし、危ないと思ったらやらないし、だけどできると思ったことに関してはもうパズルのように、だからそのパズルのように作ってってるなっていう印象がすごいあった。4年生ぐらいか5年生ぐらいの時に S ゲームってわかる？ S が主催のやつがあったんだけど、それを全国でやるんだ、で各県から代表とスポンサーをやってひっくるめて、カイ君4年生か5年生の時なんだけど、もう起死回はなんとそこで優勝するっていうね。だからもう小学校5年か4年生で彼は1位を取り、そのままアメリカの大会に。それはもう衝撃的だった。勝つんかいと思った、でもそのくらい勝負強かった。それこそ優斗が小山に来てたぐらいだもんね。起死回がうまいから見に来たりとか。なんか稲妻イレブンの真似する。ゴッドハンド当たりこれだよ。あるよ、本物だよこれ。ゴッドブレイクすげえじゃねえか技が。その時はとりあえずやめたかった。多分大会とかももう出たくないみたいな。小6の最後だに出なくなった。それで事情とか全部聞いたら、海君やっぱスケボーやめたいみたいな。小学校の頃にもスポンサーついてたんですか？いやもうフルだよ。 DC もついてたし全部プチ。小学6年生の時に仲良かった友達がみんななんかいろいろサッカーやるとかなんかいろいろ聞いて、なんかもっとなんか普通の友達と遊びたいみたいな、とりあえずやめてなんかそのサッカーとかしたいみたいな、友達と遊んでみたいな、なんか何かしたいみたいな、そういう感じでやめたから。スケボー本当にずっと2年ぐらい触ってなくて、でスケボー持ってる友達と会って、で触ってみたらそのいろいろ新しい感覚、違う楽しみみたいな感じでもう一回やりたいなみたいな。だからその時も俺サッカーやっててボール蹴ってて、でたまたま会って「お久しぶり」って言って、で一回その時にもう触った瞬間にあ楽しいってなって、俺サッカーやめようって思ってスケボーもう家になかったから新しいの買ってもう一回始めた。海君のママから連絡あったんだ。
海がまたスケボー乗り始めてんだけどみたいな、何と思って、あの天才帰ってくんのかみたいな、みたいな、やりたいみたいな、いやもうここはもう全力でやらすしかないだろうと思って、ドロップもちょっと微妙だったし、全く乗ってなかったんだなこの子って感じの。またそう練習始めて、最初もうずっと何の技もできないみたいな、なんかだんだん慣れてきて、でその時に新しい技覚えるのが一番楽しくなってきて、なんかもう一回なんか小山で大会あったんだけど、それでなんか久しぶりにみんな会って、友達そこで会って、でまた滑ろうよみたいな感じになって滑り始めた。で戻ってきた時、大山公園のボックスで K のスイッチ K のフリップアウトとか、いきなり簡単に多分やったりとかしてるのがすごいイメージがあって、もうそっからもう怒涛にバコーンって、2年やってなくてこれみたいな、スケボーこのうまさみたいな、そっから快進撃だよね。もう手がつけらんなくなってきましたよね。大会出ないっていうか、まあなんだろう、出ない理由っていうのはないけど、普通にその小さい頃からなんかいろんなビデオ、アメリカのビデオとか見て育って、それがずっとやりたいこと、そういう映像を作りたい、なんかみんなに見てもらったり、そういう方がなんか自分の楽しさっていうか価値があるものだから、やっぱスポットも自分でこう選んで、でこのトリックをやりたいっていう、すごい自分でこう考えていろいろやるものじゃん。でそれを一個のその作品にするっていうのはなんか、言ったらなんかその映画を作るみたいな、構成を考えてその一つの動画を作るっていう面ではすごいそれが一番楽しい。同じスポットでも違う人が滑ったら違う風に見えたりもするし、今のやっぱ世の中が競技とかにもなったからそっちに行ってるけど、俺らがむしろ憧れたスケートボードはもうそっちだから、それを成し遂げれるやつって多分なんなら大会なしでストリートだけでのし上がれる日本人なんて岸海以外いないんじゃねえかな。いないと思う。多分この先も彼以外できねえんじゃねえかなと思う。今ねブランドやってんね、帽子キャップと、全然いい感じだし、スケートの面では不可能を可能にするよね。波があって、一番モチベーションがある時はその映像がパンパン撮れてって、そのいろいろアイディアもこれやりたいみたいなのが上がってくるんだけど、本当にモチベーションがすごい下がってる時はもう何もしたくない。そういう流れを作れるように、そのいろんなモチベーションを探しながらスケボーしてる。全部そのスケボーから来てるんだけど、服とかもなんかその作るってことが、ビデオパートを作るっていうところから来てて、なんかかっこいいなっていう思う服とかでこうスケボーしてたら、そのスケボーの調子も上がるし、そういうなんか自分でそういうのも作っていきたいっていうのが始まりのきっかけ。これが作りたいっていうビジョンができて、でそれを作ってそれが形になった時って、一番それがやっててよかったって思う。自分で作りたいかっこいいと思う服とかを作って、それで映像を撮りたい。今後の目標は、そういうなんかスケートボードでプロスケーターになるとかそういうのもあるけど、なんか自分がそのスケボーで映像とかを作り始めたきっかけになったのは、そのビデオとかを見て俺もこれを作りたいっていうのがあったから、なんかそういうのを逆に今は自分が作って、今の若い子たちとかこれから始める人たちになんか影響を与えられるものを作っていきたいっていうのがある。普通に考えてなんかアメリカに住んでるとかわけわかんないけど、なんかそういうのもアメリカで映像を撮って、こういう世界もあるっていうのをいろいろみんなにもっと広めていきたいっていうのは、本当パートじゃなくてもその作品として感動じゃないけど、これってすごいっていう思える映像って、そのインスタとかってそのワンクリップとかそういうのだけじゃん。パートってその全部ひっくるめて、その本当に作品として、そうだからなんか本当に映画みたいだと俺は思ってる。